皆さんこんにちは。日本安全対策推進機構の石浜です。しばらく動画を上げておりませんでしたけれども、最近のこの特に岸田内閣の動きですね、そういったことを見てどうしてもまた皆様方に考えていただきたいと思いまして、勉強会の資料として動画を上げさせていただきます。皆さんご存知だと思いますが、今ウクライナとロシアの戦争がですね、いわゆるこれまではロシアの特別軍事行動でしたけれども、昨年の今頃からですね、もうすでに国連の事務総長もアメリカもバイデン、もちろんそうですけれども、ウクライナの方もゼレンスキーの方も戦争だ戦争だと言ってて、その通り今戦争という形にもうならざるを得ない状況になっております。そうした中で日本の安全保障という観点から見れば、今中国共産党の動きは彼らが今静かに潜っておりますので、ほとんどニュースになっておりませんが、この準備はもうすでに終わっており、いつ始まってもおかしくない状況になっているというふうに考えております。今日はその中国の動きよりもですね、このウクライナ戦争に対するこの一貫した私たちの考え方、ウクライナ戦争は日本には全く関係のないところで飛び込んでしまっているというところで、また新たな段階に入りました。それはもう皆さんすでにお分かりと思いますけれども、 NATO 軍との協力関係をしながら今 NATO の中に完全に入っておりますね、日本は。で、新たな日英同盟とかという言葉をささやかれておりますけれども、これは日本にとって極めて今危険な状況になっているというのが私の見方です。今日はここのタイトルにありますように、日本とアジアの大戦争につながる現在のこのウクライナ戦争にきっかけにして、売国度内閣政治と私は謳っております。これはなぜかというと、後でまた説明いたしますが、明らかに法律に違反しているからであります。この暴走をですね止めろということで、考えるだけではなくてですね、我々はそれを行動に移すことが本当の力になるわけです。それではそのロシアに対するいろんな動きに対しましてですね、昨年の後半に行われましたバリでの G20、その裏で行われた B20 というのもありますけれども、私たち選んでないいわゆる世界経済フォーラムというクラウス・シュワブが主催するものに動かされております。そうした中でですね、ウクライナとロシアの戦争が新たな状況に今入っているということなんですね。私は当初から言っておりますけれども、ウクライナへの武器の供与、あるいは資金供与、一切やってはいけないということなんですね。ところが現在はこのように新たな段階に入りました。それは皆さんニュース等でお分かりかも分かりませんが、ロシアの海外資産を凍結しております。そしてその資産を没収したものをウクライナの復興資金に使おうということを今大声で始めております。で、ウクライナ政府はですね、この戦争という叫んでからですね、すぐ言ってるんですけれども、プーチン政権の関係者、これはウクライナに賠償金を支払う枠組みを作るべきだと、こういうふうにゼレンスキー大統領が叫んでいるわけです。で、欧米各国等というのはこの日本も入っているということなんですけれども、制裁で凍結した資産を没収し、そしてウクライナに引き渡す枠組みを作れと、こういうふうに言ってるわけですね。その中で今回 EU が決めたのは、アリーナ・カバエワ氏というプーチン大統領の恋人と言われている方ですね、2人目のお子さんをお産みになったというふうに聞いてますけれども、もともとはアテネオリンピックの新体操の金メダリスト、またタチアナ・ナフカさんという人がいますが、これは大統領の報道官をしておりますペスコフさんのご夫人であります。この個人もですね、その没収すると、こういうのはですね、通常の国の中ではですね、ちょっと考えられないような、ちょっと感情的なそういった対応がなされて、叫ばれております。
これに対してですね、アメリカのイエレン財務長官はですね、凍結した資産の没収はですね、その途中でですね、没収するということは、これはもうアメリカでは法律違反なんですね。そういうところで今各国で自分の法律を変えてですね、それができるようにしたいと、その先陣を切っているのがカナダ、イギリスであります。世界経済フォーラム、ついこの前行われましたダボス会議でもですね、なんと2008年に起こりましたいわゆる金融崩壊ですね、これの影響がまだ終わっていないと、そのなくなったお金が戻ってないという背景があります。その中でこの日本ではですね、世界経済フォーラムのブレンデ総裁がですね、林外務大臣を訪問しております。11月の24日午後4時30分から30分間ですね、そこで言ってるのは当然これはロシアに対する制裁、あるいはそのロシアの資源、ウクライナの資源を取るんだという下心が見えておるわけです。でそうした中で日本はこの度さらなる制裁を決定いたしました。そこではロシアのプーチン大統領の侵略戦争をやめるには3つの経済制裁措置が必要だなどと言われておりますね。まず中央銀行の外貨準備を凍結し、海上輸送されるロシア産原油の輸入を今後5ヶ月間停止するという決定をなされて、こういったそのロシアが一番経済的に困るであろうというような緻密な制裁がなされているわけです。で経済制裁というのはですね、ここに今出しておりますけれども、条約その他の国際約束の履行、あるいは国際平和のための国際的な努力に寄与するため、日本の平和安全の維持等を理由として外国為替および外国貿易法に基づき発動されるのが本来の日本における経済制裁なんですね。それを今内閣は決定してしまいました。こういった一連の制裁措置に対しましてですね、武器の供与も積極的に行っていると。昨年私は3月の8日に日本が初めて自衛隊の武器を使ってですね支援したことを取り上げておりますけれども、こういったものはですね、このロシアのメドベージェフ、これは安全保障会議の今副議長、前は一時大統領もしておりましたけれども、ウクライナへの武器供与は我々を破壊しようとする行為に他ならないと明確に言っております。このレオパルト2の供与も先日決定されたようですけれども、こういったことに対してですね、日本もその尻馬に乗るといいますか、一緒になって経済制裁を構築していると、こういうことはですね、日本の安全保障上はですね、全く看過できない危険な行為であります。ロシアはですね、必ず報復します。日本が NATO に今入っておりますけれども、事実上入っている状態になっておりますけれども、国民は全く知らされてないと思います、正式にはですね。そして実は NATO というのは北大西洋条約機構軍という軍事組織であります。まだソ連があった時にですね、米ソ対立という中でですね、ワルシャワ条約機構軍に対して作られたのがこの NATO 軍なんですけれども、そこに今ヨーロッパ各国が大挙して加入しているという状況になっております。そうした中でですね、昨年の4月にロシアは世界最大のこのサルマトという大陸間弾道を試射して見せているわけですね。これはどこから撃ったかというと、ここですね、ノバヤゼムリャというバレンツ海にあります島があります。ここから発射して、ロシアのカムチャッカ半島の沖ですね、これはロシアの戦略的潜水艦基地がある近くなんですが、ここに発射してみせました。で今回はですね、その後にですね、もうすでにこの昨年の暮れ近くになってプーチン大統領はこれを実戦配備するということを号令しております。でさらに、皆様方に知っておいていただきたいのは、一昨年もそれから昨年も私言っておりますけれども、バイデン大統領が特にですね、いわゆる公衆の面前でロシアのプーチン大統領をいわゆるこの人殺し野郎だとか、もう
罵詈雑言を発しておるわけですね。そうした中でですね、新たに実はこういう世界最大の戦略的なベルゴロドというこの戦略潜水艦、これは核魚雷を持っているんです。この核魚雷のある潜水艦を3隻ほど建造予定ですが、すでに1隻は出港して任務に就いているようであります。でここでそのロシアの制裁っていうのを考えた時にですね、プーチン大統領はいつも言っておりますが、いわゆる西側諸国は経済的に封鎖すれば相手はギブアップすると、手を挙げるというふうに思っていますけれども、ロシアがウクライナに侵攻する前もほんのわずかの表に出てこない人を除いてですね、ロシアはウクライナには入らないと言っておりましたけども、2月24日に入ってるわけですね。で今回もプーチン大統領はロシアがウクライナに対する特別軍事作戦についてはですね、これはロシアそのものの生命線であるので、これが負けるようなことがあってはならない、その時は全ての武器を使う、もちろん核兵器を使うということを言ってるわけです。でこの世界最大のですね、このベルゴロドというこの潜水艦、全長は184メートル、この下にちょっと書いてありますけれども、ポセイドンという長さ24メートルの魚雷があります。これは核魚雷であります。しかもその核爆発の能力は100メガトンと言われております。この100メガトンのポセイドン、このいわゆる魚雷ですね、核魚雷を6発装填しているのがこのベルゴロドです。ロシャリクという小さな潜水艇を持っておりますけれども、これも原子力潜水艇でありまして、能力はとても大きいものです。ロシャリクというのは先行深度が6000メートルと言われています。通常の潜水艦は約600メートルからせいぜい800メートルでだいたい圧壊深度に到達するんですけれども、特別なこのチタンでできました7つのチタン製耐圧鋼を持ったロシャリクというのが潜水艦が行動します。先ほど紹介しましたポセイドンは、これは深度1000メートルです。1000メートルで航続距離が1万キロあります。1万キロのいわゆる航続距離、そしてこれは推進速度は時速で直しますと185キロメートル。いわゆる流体力学を勉強されている方はそんなことがありえるのかと一瞬思いますね。粘性の高い海水中の中でですね、いわゆる100ノット、時速180キロを超えるような速度が出せるのかというのは、これは理論的にはですね、実はナノバブルというものを使いますとその抵抗がほぼなくなってしまって、理論上は時速1000キロも可能であると、音速を超えるような速度で進行することも可能なんですね。しかもそれが100メガトンという非常に人類まだ想定できないような核爆弾を持ってですね、1万キロ進んでいって相手のところに爆発させると。これはどういったものかというものは想定つかないんですが、昨年の8月にですね、ロシアが実は1961年にノバヤゼムリャっていう島がありますけれども、実験場がありますけれども、そこで50メガトンの核爆弾の爆発実験をやっておりまして、その映像を公開しました。西側諸国ではこのAN の602イワンと言ってますが、ツァーリボンバと言われまして、爆弾の皇帝というような名前がついてます。これを発射したのはこのロシアの戦略爆撃機ですけれども、その時の映像がですね、これなんですね。広島型の3300倍、これ史上最大の核爆発の映像なんですけれども、水煙を見ていただきたいんですが、津波状態になって襲ってきます。この時爆発した時に、当時の記録ではですね、高度1万メートルからゆっくり落下傘で降下させておいて、その間にこの戦略爆撃機はできるだけ遠くに逃げると
それでも爆発した瞬間にですね、飛行機は急降下をいたしまして、もう地面に激突するんではないかと思われるぐらい1万メートルから1000メートルまで落ちたようです。でその時の爆発の光というのは1000キロ離れたところでも確認できたと。また公式には伝えられておりませんけれども、この時の爆風がですね地球を3周したと言われています。この高さはですね、ここから推定するのに雲の上を突き抜けてますので、高度が500メートルぐらいと言われてますが、今回の100メガトンではですね、600メートル、高さ600メートルに達するいわゆる核物質で汚染された大きな津波がですね襲うことになるということですね。こういったことをロシアは昨年の8月に情報を公開しているわけです。そうした中で日本の動きなんですけれども、ウクライナへの武器の供与を決定しているわけですね。これは戦後初なんですけれども、戦争当事国への武器の供与というのはすなわち、戦争参加なんです。以前にも何度か申し上げておりますけれども、戦争というのは国の外交手段が全て失われた時に最後に行われる軍事的な交渉なんですけれども、戦争というのはどんな戦争もですね必ず終結しなければいけません。その時は話し合いが持たれるのが当然なんですね。そのためにいろんな国際の機関がありまして、一番大きいのはもちろん国際連合国が作っている安全保障条約ですね。安全保障理事国が決まっておりまして、その常任理事国5カ国でそういったものを避けるというのが本来の目的なんですが、なんと日本はですねこの武器の供与を全く関係のない、ウクライナは NATO 軍にも入っておりません。もちろんユーロにも入っておりません。日本とは何の脈絡もないところなんですが、どういうわけかこの紛争当事国の一方に武器を供与しているわけです。この詳しいことは言いませんけれども、これは自分たちが今やっている行動をですねよく理解してほしいと。この当事国であるその大使館に寄付金を与えたり、あるいはウクライナ政府に戦争当事国への金を渡すのはもちろんですけれど、今回も渡しておりますけれども、さらに義勇兵まで募集しておりましたね、当時は。これはいわゆる人権といいますか、国際的な法律で禁止されております。相手国の兵士をですね殺傷することは単なる殺人者ですから、これに対しては軍事法廷も開かれないのは大変重い犯罪なんですね。罰は死刑しかないんですね。これを今日本はやってしまっていると。それで、この戦争時の重犯罪、これは日本が今やってるのはロシアから見ればロシアから見なくても誰が見てもそうなんですが、これは軍事行動ですね。これは必ず処分されるということになります。でこの平和国家を標榜してきました戦後の日本はですね、この本来であれば中立を守る義務が課せられます。中立国の義務というのはこれを回避する義務、そのどちらか一方に少しでも援助するようなことはやらせない、それから防止の義務、そういったことをさせない。中立国は自分の国の領域を交戦国に利用させないという義務があります。皆さん方も覚えておられるかも分かりませんが、3月の8日に自衛隊の輸送機を使って、しかも空中給油機を使ってですね武器をウクライナに運ぼうとした時に、途中経由地としてインドをしたのですが、インドははっきり断りましたね。それはこの中立を守る義務があるからであります。ですからその時モディ首相はどんなことを言ったかというと、絶対に軍事兵器については立ち寄らせない、ただし民間機を使って本当の避難民に対して食料だとか衣服なんかを運ぶという純粋に人道主義に基づいた支援であれば、それは検討できるということを言っております。また中立を守る義務の中にですね、黙認の義務というのがあります。これはどういうことかというと、中立国は交戦国が行う戦争追行の過程においてですね、
ある一定の範囲で不利益、いわゆる迷惑を被る場合があります。それでもその紛争が収まるまでは黙認する義務があるんですね。迷惑かけたから相手の国をやっつけてしまえというようなことはやってはいけないということ。それは戦争拡大を防止するために絶対必要な条件なんですね。これが中立を守る義務です。ですから国連の目的を見てみますと、本来であれば国際の平和と安全を維持することが目的です。それから人民の同権、権利ですね、それから自決、それぞれその国が自分で決める原則の尊重に基礎を置いて、諸国間の友好関係を発展させるためにあるのが本来の国連の目的なんですね。で、経済的、社会的、文化的、または人道的性質を有する国際問題を解決し、かつ人権及び基本的自由の尊重を促進することについて協力することなんです。これらの共通の目的を達成するにあたって諸国の行動を調和するための中心となることが本来の国連の目的であったはずです。ところが一昨年から私が指摘しておりますように、国連の常任理事国であり、しかも核を持った国に対してですね、いろんな挑発行動を行ってきたのがその実際の姿であります。皆様方も正常な猜疑心を持ってニュースを見ていれば、どういうことが起こったのかはお分かりになるのではないかと思います。今日本のまさに戦後誰も経験したことのない戦争の危機についてですね、これをもう一度しっかり頭の中にですね、あるいは魂の中にですね入れていただきたいと思うわけであります。で、国連の行動の原則も決まっております。国連はすべての加盟国の主権の平等の原則に基礎を置いています。ところが日本は何度か説明しておりますが、日米地位協定という非常に不平等な協定がありまして、不自由な政権を戦後ずっと虐げられているというのが現実です。この全ての加盟国は憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならないというのが行動の原則の一つです。で、加盟国はですね、国際紛争を平和的手段によって国際の平和および安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。この正義を危うくしないように解決しなければならないということを、今の日本のマスコミも評論家も政治家はもちろんですけれども全く無視しております。それはウクライナになぜロシアが特別軍事行動を起こすことになったかというのは、口が酸っぱくなるほどですね、国連でもロシアはその都度発表しております。それはロシアそのものの安全保障といいますか、国の生存権に関わる問題なので言っているんですが、皆さんも思い出していただきたいんですが、ラブロフ外相が国連の議会で話をしようとするとみんなが席を立ってしまいましたね。そして、ゼレンスキーが行った時にはスタンディングオベーションでみんなが拍手をしている、極めて異常な光景を私は今でも覚えております。で、加盟国はいかなる国に対しても武力による威嚇もしくは武力の行使を慎まなければならないんですが、これは戦争というものはその国の生存権をかけた問題ですから、そこまで追い詰めたらどこの国も動くわけですね。ですからそこに正義を危うくしないようにしなければならない。だから必ず話し合いをもってですね、その正義のどちらにあるのか、どういうふうにしていくのかっていうのに努力をしなければならないんですが、今最近のニュースを皆さんご存知だと思うんですが、武器をくれ武器をくれと。で、最近ではこの世界最高性能といわれるドイツのレオパルト2という戦車300両、今300両を超える提供が決められたようですけれども、これが本当にこの行動原則に合っているのかというのは、これは小学生でも分かる話ですね。加盟国はこの国連がこの憲章に従って取っているいかなる行動についてもあらゆる援助を与えなければならないんですが、今戦争を拡大する方、
火に油を注ぐ方向に必死になってお金と武器を供与しているというのが今の日本の姿でもあります。憲章のいかなる規定も本質的に国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国連に与えるものではないと。ですからそういったものを国連から命令されてもですね、そういった日本なら日本独立した主権のある国家がですね、こういった基本原則を守ることにですね、邪魔してはいけないんですね。これを行うことは完全に日本の現在持っている憲法にも違反しているわけです。さらに先ほど申し上げましたように国際法にも違反しているわけですね。で今日本が行っているのを見ますとですね、特にアメリカイギリスを中心としたロシアを取ってしまおうという人たちがですね、特に中国との問題も絡めて日本列島を戦略拠点に勝手に決めている。日本人を無視しています。内閣府がそれをやってると言いますが、内閣府は私たち国会で決められたことを粛々と行う行政機関ですね。ところが私たち日本の国民には一切知らされることなく今この拠点にされているのが現実であります。でこれまで行われている危険な政策をここに挙げておりますけれども、歴史を見ればですね、優生民営化から始まりましてあらゆる条約があるいは法律が変えられて、皆さんご存知のように1990年後半90年度の後半からは外国人が自由に日本の土地を買えます。それから国策企業と言われるような国を保つために重要な会社ですね、その会社の役員構成も昔は制限がされておりました。議決権のある理事には役員には3割以上は超えないようになっておりますね。株式の所有もそうなっておりますが、一切私たちの知らない間に撤廃されているのが今の日本です。これをしているのは歴代のこの自民党公明党、特に公明党も入ってからの合同の作戦ですね。野党はもう口だけ言っておりますが、もっとひどい状況を煽っているというのが私の見方です。日本の統治権、対外主権、自決権は全くなくて、まさに奴隷化しているというふうに私は見ております。これは私たち国民をないがしろにするばかりでなくてですね、日本そのものをなくす可能性があります。IPEC ってなども組まれましたけれども、これは対中戦争を煽る何者でもないわけです。昨年も勉強会でいろいろ言いましたけれども、例えばタイの東側の国境でフランス陸軍と陸上自衛隊が共同で訓練をするとか、今年もいわゆる NATO 軍のと一緒になってですね、共同訓練を行うとか、そういったことをしております。その顕著な例として挙げると、航空自衛隊、これ昨年の9月ですけれども、ヨーロッパの中心の空軍のユーロファイターと首都圏を守る百力士の F2 戦闘機が共同訓練をして、その時はドイツの空軍のトップが来てるわけですね。でさらに今回ですね、日本にこの核兵器の共有というものがどうも行われているんじゃないかと。これは NATO 軍に対して核兵器の共有はあるわけですね。ドイツは核兵器を持っておりませんが、このアメリカあるいは NATO 軍の管理の下で核兵器を使うことができるわけですね。日本にもそれをバイデン大統領が昨年の8月に来日した時にこのようなことを言っているわけです。これ具体的に私はここで B の61、12という21世紀に入って完成させられた極めて高性能な核ミサイルですね、これを紹介されています。これは今まで在来の戦闘機にも積むことができますし、新しく装備した F35 にも搭載可能であります。この非核三原則っていうのは日本では法律ではなくて内閣府の総理のあれで言っておりましたけれども、これもよく考えればアメリカの指令ですね。この核兵器の共有というのをですねやるとこういうふうな状況、今ここで積まれているのが先ほどの B61 という小型ミサイルですね。さらに皆さん覚えておられると思いますが、与那国には
通信部隊しかなかったんですが、昨年はキーンソード計画ということで、この実動部隊が入って、いわゆる攻撃武器が与那国に運ばれまして町を走ったということで、実際今戦場になるということで、与那国、石垣、宮古というところを中心に、また沖縄本島もですね、落ち着いていられないという状況になっているわけですね。さらに日本はですね、フィリピンのクラーク基地にも行っております。12月6日ですね。こういった戦闘機もやっておりますが、そうした中でこの中国共産党による台湾侵攻というのがいつ起こってもおかしくない状況になってるんですけれども、今習近平の3期体制に入ってから少し鳴りを潜めておりますが、油断はできません。今日明日にでも行動を開始してもおかしくない状況なんですけれども、今その戦況を見ているといいますかね、国際情勢を見ておりますね。特に習近平氏は3期目決まった後ですね、サウジアラビア等を訪問しておりますが、この中東もですね、今イランとそれからイスラエル、イギリスが中心になっていつ火を吹くかわからない状況です。そうなった場合にはご存知のようにホルムズ海峡は閉鎖されます。ホルムズ海峡が閉鎖されると、日本の石油の9割がホルムズ海峡を通っておりますから、これがたちまち締め出されるということになっています。こういった日本人がいろいろなんか自分で動こうとしても、これに対する対策は全く取れてないのがこの日米地位協定というのが後ろに隠れているわけです。そして合同委員会、そしてこの合同委員会に対して日本はコントロールされているわけですが、実はその奥はですね、このお金なんですね。これは以前にも出しておりますけれども、ルービン財務長官というのが当然1995年に日本に来てますけれども、彼はゴールドマン・サックス、いわゆる日本のゆうちょ銀行を今支配しているのはゴールドマン・サックスです。私たちの預貯金、当時のお金で340兆円とも370兆円とも言われているお金は、今私たちの手元で自由に動かせることにはなっていないのですね。また年金もそうです。GPIF という組織に渡されてますが、全て政治家が決めているんですけれども、その後ろはこういった内情になっています。その日本の政府がどうしてそういった日本を危機に陥れるようなことが次々と行われるのか、それは今の日本政府にはですね、日本人がいないというのが私の結論です。先の大戦後 GHQ はですね、日米地位協定で不平等な地位協定を結んでおりますけれども、そのために日本の全国どこにでもいつでも好きなように軍事基地を設けることができるのがその地位協定の主体であります。その根っこにあるのは、強い日本軍を二度と立ち上がらせないためにできた弱体化計画、ウォーギルト・インフォメーション・プログラムというのがあって、政治、経済、教育、宗教、道徳、終身、報道、日本文化、日本の国体の中心である天皇制、こういったものを生活習慣まで、奪っていくという計画ですね。で、娯楽は特にありますが、皆様よくご存知の 3S といいますね、スポーツ、スクリーン、セックスというものを不利にして堕落させると、優秀な日本人を作らせないということを基本にして作られているわけです。で、今それに乗ってですね、第三国人がですね、勝手に日本の政治を操っているというのが私の見方ですが、これに反対する方はあまりおられないんじゃないかと思います。そうした中でですね、今回ウクライナ紛争があるんですが、日本が生き残らなければならなければですね、今まさに弱肉強食というよりも強盗集団ですね、強盗集団が世界をばっこしているんだと。そういう中で日本人の文化というのは、相手を徹底的に皆殺しにしたりとか、財産を奪い尽くすとか、みんな奴隷にして一銭もお金を払わずに死ぬまで働きさせると、そういった文化は全くないわけであります。そういったその世界の歴史はでもこういったことをしているのは日本だけなんですね。他はそうではないんです。だから日本人および日本の歴史とその行動を正しく見れば、世界が
実は今日本人を待っているんだということが私には感じられます。ところが皆さんご存知のようにこういったところは一切教育からも外されておりますので、今の日本人は知らないわけですね。ですから日本人が生き残って、先ほど国連の憲章の中にもありましたけども、正義というものを常に追求してですね、そのために行動すると、これが大和魂、これが日本がよみがえるのを世界が求めていると私は思います。でそういう中で日本人がですね、日本の政治を取り戻さなければいけないと思います。ですから今政治家の人たちは一掃してですね、日本の政党、日本人による政党をですね、早急に作る必要があると、このように思っております。今私は今回の動きに対して世界大変というふうなことを仕掛けております。それは単なる1箇所2箇所、あるいは一国対一国の戦争ではなくてですね、世界中がこの資源の奪い合いといいますか、その時には人命をも兵器で奪っていく。この今ウクライナに着目されてますが、この寒い冬、いわゆるシリアでも80万人の難民が赤ちゃんを抱えて震え上がっています。でも報道されておりませんね。こうした中で今日本が消されようとしているというのが今回の私の危機感なんですね。ですから自分の国はまず自分が守ると、自分の国の安全を他国に任せない、そうしたことであればウクライナからですね、直ちに支援を止めるのが日本人のほとんどの方の大方の考えなのではないでしょうか。また正義に基づくならばインドの人たちもそうですけれども、ヨーロッパが今戦場になろうとしているわけですから、ドイツもフランスも全て同じ考えだと思います。ですから今までですね、遠慮して声を上げてない方も声を上げて共に行動を起こさなければならない時期に来ていると。人々が協力し合ってですね、いかなる困難の中でも生き残れるというような文化を、精神を持っているのは、私はその代表は日本人であると、このように考えております。私たちの生命財産は私たちで守るということでですね、まず情報をですね、信頼できる情報源と正常な猜疑心を持っていただきたい。例えば日本の報道ではロシアがもう悲鳴を上げているとか犠牲が多いとか、そういったばっかりが報道されております。また専門家と称する軍事評論家、あるいは自衛隊の OB の将官の人たちも、いわゆるここを止めるのにはこれだけ軍備を揃えればいいだとか、そういったことを言っておりますが、これは国連憲章にも反していますね。戦争を抑えるためにはその火に油を注ぐのではなくて、その中立を保って一日も早く話し合いのテーブルに乗せることなんですね。ロシアのプーチン大統領は最初から言っております。何度も話し合いの場を言っております。日本では全く報じられておりません。そうした中で日本ではこの戦争に備えて着々と法整備も進められております。そうした中でのこの緊急事態条項、あるいはそういったものがなされようとしていますね。自民党の内閣府でこのもうすでに決められているようでありますけれども、こういったことはまさに法律違反であり、人間の日本の法律、国際法の以前にです、全ての人間の生存権を一部の人間によって阻害されるというあってはならないことが進んでいるわけです。万が一こういったことが決められた時にはですね、私たちはその非常理な行政指導や指示、あるいは命令にはみんなでですね、非暴力で、しかも不服従という態度がまず必要だと思います。まずその前に阻止することがなんですが、現在の状況ではこの法整備を阻止するのは極めて困難な状況なんですね。そうした中で私たちが生き残るためにはですね、やはりこの私たち自身がまず生き残ることを考える必要があると思います。どうかこれをまたきっかけにですね、今行われていること、そして毎日のように軍事評論家がロシアは今音を上げるだとか、あるいはウクライナは頑張っているだとか、そういった嘘の情報に惑わされることなくですね、行動することが必要だと思います。そういったちょっと何度も声を上げて申し訳ないとは思うんですが、よく考えていただきたいと思ってこの動画を上げさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。